こんにちは、浜田びかりです。私たちは24歳で会社を辞め、農業をしながら日本を旅するカップルです。前回の動画で西成の激安グルメを堪能した私たちは、大阪から京都へ向かいました。京都では夫婦で舞鶴市に1週間滞在。なんとそこを狩猟を生業としているホストさん。今回はそこで体験したことや感じたことを赤裸々にお話しします。こんにちは、浜田びかりです。こんにちは。今日は私たちが京都府の舞鶴に滞在していた時のお話をちょっとできればなと思ってます。はい。で、そこのホストさんは何をやってたかっていうと、狩猟。夫婦では結構珍しい、鹿とか、イノシシとか、そういった動物たちを、殺めて、解体して、食べるっていうところまでを、そこはやってたんだよね。食べるだけじゃなくて、お肉屋さん、精肉店だから、どっかのレストランとかとやりとりもしてるみたいなんだけど、狩猟だね。やってるの。で、結構その映像だったりとかをもちろんね、リアルタイムで伝えたいなと思ってたんですけど、かなりセンシティブな内容にはなってるので、今回ちょっと画像とかこんな感じだったよっていうのを皆さんに、お伝えしながら私たちのトーク形式でちょっと進めていこうかなと思います。はい。今回舞鶴市で夫婦で1週間滞在したんですけど、経緯としては動画見てくれたらわかるんですけど、和歌山にいて、で、和歌山から大阪、京都をちょっと旅行して、でその後普通に京都から舞鶴市に行ったっていう感じですね。ただそれだけです。はい。ただそれだけです。そんな感じです。そういう流れでね。そういう流れで、舞鶴に来ました。はい。じゃあ実際にその狩猟家族。狩猟採集民族。民になっちゃった。どうだったのかっていうところが、どんな家かとか、そもそもどんな家族構成だったかみたいなところをお伝えすると、5人。家族。5人だね。で、普通に奥さんと旦那さんと、あと長男の、男の子1人と、間に女の子1人。で、最後に男の子1人の3人兄弟。で、計5人家族のご家庭でした。で、家族構成はそんな感じになってます。はい。で、生活スタイル、仕事、どうでした？生活スタイルは、旦那さんが基本的に狩猟をやってて、あとは農業もやってるか。米とか、田んぼはあるっていう感じ。一応農業も、狩猟と農業をやってるっていう感じになってて、生活スタイルで言うと、旦那さんが毎朝、その山に罠を7カ所、鹿とかイノシシを捕らえる罠を仕掛けてるんですけど、それの見回りに朝、7時ぐらいから行って、で、昼間は農作業、草刈ったり、夏は田んぼ稲植えたりするのかな。多分、稲作が結構大変ではありそうだったかな。で、イノシシが取れてたら、解体したり。で、あとは、農業と、その肉を解体っていうか、なんていうんだろう。研ぎ落とす。作業、精肉っていうの。精肉かな。作業もあるのかな。それを結局加工品にしたりとか、そういうのもやってましたね。そうだね。ラー油とかも作ったりして。だからそういうのは多分、奥さんが割と、お家のことを全般やられてる方だったんですけど、旦那さんが取ってきた鹿を、それこそちょっとさばいたりとか、さばくって言ってもブロック肉なんですけど、とか、ひき肉になったお肉を、その加工、いわゆるそれこそラー油とかにするために、その瓶を例えば殺菌するとか、そういう下準備から、ラー油を作るみたいな過程を、奥さんがもっと料理人みたいですよね。料理やられてた方だったんで、それをやってるっていう、なんとなく分担をしながらやってるみたいです。で、自分たちがウーファーとしてどんな仕事をしたかっていうと、鹿の解体とか、あと巻き運び、巻き割り、加工品作り。さっきも言ったね。あとは掃除とか、家の。やったね。あと面白かったのは竹を切って、竹切り。そのお米を干すのに使ってる多分、農家さんとかもいると思うんですけど、竹が8メートルくらいあるやつを、もうそのままバーンって切って運ぶっていう作業は結構ね。面白かった。これはちょっと動画撮ったんで、それをちょっと後でか、今かわかんないけど、覗きます。ね、見てください。めっちゃおもろいから。あとは、草刈りだね。草刈りめっちゃやった気がするな。草刈りリュウジやってたね、割とね。
やっぱ田んぼの周り、稲作のそのやってる田んぼの周りってめっちゃ草生えるから、草生える。大草生えてるんで、それをめっちゃ刈って、ついでに他の木も刈って、みたいな感じでやってたね。そうね。燃やしました。燃やしたね、草ね。もちろんね、山に移らない程度に。って感じです。はい。続きまして、この家で1週間滞在して、何を感じたかっていうところ、僕たちがお話していきたいと思います。そうだね。狩猟っていうのは今の時代、賛否両論とかあると思うんですけど、今回は別にそういうジャッジするような話ではないんで、そこはあくまで私たちが感じたことと体験を伝えるっていう感じなので、興味ある人はぜひね、そこは見ていただければ大丈夫です。どうだった？見てみて。そう、だから、俺は着いてすぐか、もう、昼間ぐらいに着いたんですけど、着いてすぐもう、昨日鹿が取れたから、今から解体しに行く、みたいなことを言われて、で、もういきなり着いてって、行ったらもう、罠に鹿が、足がかかってるんだよね。そう、罠に鹿がかかってて、足に今引っかかってたの。でもめっちゃ暴れてるんですよ。すごいね。ガーって罠を抜け出そうとして。で、そこを、そのホストさんが、槍みたいな、ものかわかんないけど、鈍器で、首、ここを、ガン一発で。で、それで、鹿が死んで、で、こんなとバーってなって、今ちょっとビクビクしてるけど、血ちょっと流れて、みたいな。っていうのを、もういきなり目撃したっていう。で、ロープみたいなの、紐かな？その罠をくくりつけているやつの紐があるんですけど、それをガーって引っ張ってやって言われて、25キロぐらいだったんだけど、こうやって引っ張ってって、めっちゃ岩とか川がある道を、うわーで、きついみたいな、思いながら、引っ張って、で、それをトレーに入れて、写真とか撮ってたかな、あとは。そう、鹿を撮ると2万円ぐらい報酬金みたいなのもらえるっぽくて、そのための写真だったのかな、多分。で、写真撮って、トレー乗せて、軽トラ乗せて、で、解体する場所まで運んで、そこでもう解体だね。順序はどんな感じだったの？順序はまず体重を測る。ギコギコって吊るしてって、頭が逆さ、足をこうやって引っ掛けて、なんとなくわかる。X みたいな形になってるよね。で、体重を測って、で、それで、別の同じようなまた、やつに引っ掛けて、で、解体だね。まず何してたかな？ざっくり言えば、皮剥いで、で、臓器、内臓とか全部取り出して、最後頭、切って、そこを俺でやったんだけど、やってみたいな顔してるな、みたいな言われて、やってみたそうな顔してるから、まあね。頭、首か。ガーって、ノコギリみたいなの切って、で、あとは、それで、肉はもう取らずに、冷蔵庫みたいなところに入れて、熟成させるっていう手順かな。ざっくり。それ2週間くらいだっけ、鹿は。かな ?2 週間くらいかな。すごい経験だよね。すごい。で、それ見て思ったのはっていうか、牛肉にしろ豚肉にしろ、誰かしらが解体してるっていうのは、ありきたりだけどね。感謝しよう、みたいな。いただきます。味わおう、みたいな。そうだね。これ無駄にはあんまりできないな、みたいな。大事にしよう、みたいな。食べ残しとかかわいそうだ。変わりそうだね、考え方が。でもあれだな、あとは、意外と見れたみたいな。確かにそれはあるのかもね。見れないかなと思ったけど、意外と見れたから、やっぱ人類のね、本能みたいなのがあるの、意外と見れる。みんな狩猟やってたみたいなの言うじゃん。そうだね。狩猟最終民族。600万年ぐらい。599万年か。狩猟やってたみたいな。だから狩猟ができるように、人類は育ってるみたいな。どっかで聞いたから。男の人は特にそうだよね。そう。だからそういう本能みたいなのがあるのかな。勝手に思ってるし。だからそれを知ってて、狩猟に興味があって、そこに行ったみたいなのもあるから、面白かったかな。いい経験ができた。な
感じだね。でまあ私は、解体とかの方には自信がなくて行かなかったんですよ。見れる自信がなくて。そう、なんか気軽にちょっと私は行けるものじゃないなと思って、リュウジはちゃんと興味があったし、私はそれよりもどっちかっていうとお肉を使ってどう加工してるのかとか、食への興味関心が結構強くて、そのホストさんにお邪魔したんですけど、解体したリュウジが帰ってきて、心臓、まあ要はハツと、レバーとか、そこら辺をこう、いただくみたいな流れになって、これさっきまで生きてたのかみたいなのを思って考えたときに、まあそういうのをそれこそ無駄にせず食べようみたいな、まあ、ちょっとさっきと被っちゃうんだけど、なんかいかに自分が命をもうもらって、まあ加工して料理して食べたものを無駄なく美味しく食べるかみたいな、その考え方と調理の過程、技術みたいなところが、ほんとすごいなって思ったかな。それこそホストさんも言ってたんですけど、やっぱ地元の人って鹿肉は鹿って害獣で、イノシシって害獣で、美味しくないみたいなイメージというか、言ってる人が多いみたいな話をしてたらしくって、ただ自分たちはそれをいかに美味しくさせるかを考えてるし、やっぱ食べた時にすっごい美味しかったよね。そう、私たちもいただいて食べたんですけど、すっごい美味しくて、なんかそういうね、いかにいただいた命を美味しく食べるかみたいなのは、すごい自分自身もいい経験になったし、面白かったというか、あ、そういう風にしてくんだ、みたいな加工とかって、みたいな、いい経験になったかなっていうのが、結構変わった価値観じゃないけど、まあより思うようになったっていう感じだったかな。そうだね。ホストさんは、その肉をどうすれば一番美味しく食べれるかっていうのを、まあ、常に研究してる感じで、そう、だからなんかその人が言ってたのは、みんな、食には興味があるとか、美味しいものを食べたいとか言うけど、でソーセージって何とか、ハムとかどうやったら美味しく作れるのかとか、全然考えてないみたいな。だからなんか、それで食に興味があるってどうなのみたいな感じのことを言ってたんで、まあ、それはなんか、俺ら自身も結構、ハッとさせられたっていうか、確かにね。確かにみたいな。結構ブイブイなホストさんだからね。食べるのが好きっていう割には、なんか全然知らないな、みたいな。そうだね。そう。反省まではいかないけど、いや、そりゃそうだな、みたいな。確かにな、っていう。そういう考え方を学んだのもあったかもしれない。そう私なんかそこは、本当ミシュランとか、ミシュランの一個下くらいだったかな、なんか忘れちゃったけど、そういうとこにも。割とお高めなレストランとやり取りをしてる。で、まあそれもそういう食べ物を雑に扱わないようなレストランと提携したいっていう思いから、そういうところでしか提供してないみたいな感じなんで、まあそこもね、なんか貫いてる感じがある。かっこよかったよね、かっこよかった。なんかもう、一本みたいな感じの考え方が。まあやっぱ、あとは本当狩猟いいなってちょっと思ったよね。どういいか。普通にお金も稼げるし、あとやっぱ本当本能じゃないけどさ、本質的だなみたいな。人間がやる、今だからこそなんか人間がやることの本質だなみたいな。なんか回ってるよね。なんか食べてさ、取って加工してさ、みたいな。なんかまた取ってみたいな。シンプルに多分楽しいと思う。絶対多分やった方がいい。そう。それは嘘。そこまではいかないけど。ホスさんも言ってたよね。治療は稼げるし、みたいな。食に対してもあれだし、みたいな。稼げるしっていうのが多分あれじゃない。各自治体によってね、そのなんか補助とか、まあ、どのくらいじゃお金が実際もらえるのかっていうのは結構変わるみたいだから、まあそれはね、ちょっと興味がある人はぜひ見てもらって、なんか、ちょっとでも興味があったら、ぜひやる過程というか、そういうなんか、修行するところとかがあるみたいだから、なんか、行ってみたらすごい人生変わるんじゃないかなと思います。だって、ずーっとやってきたのよ、狩猟を。人類を。そうですか。確かに。そうね。スマホなんか見るよりも、パソコンいじるよりも、狩猟した方がいいんじゃないじゃあ合ってるんじゃないかな、人間に。過激派そうだね。っていうのを誰かが言ってた。誰かが言ってたね。いや、誰かが言ってた。本当に。これは本当に誰かが言ってたし。本の誰かが言ってた。本の誰かがなんか言ってた。そういう考え方の人もね、もちろんいるだろうね。狩猟をやるべきっていうか、やっぱりずっと人類は狩猟をやってきたから、今みたいな生活、電子機器に頼る生活は、異常事態みたいな。体にとって。
そうそうそう。まあそんなことを誰かが言ってた、本当に。あ、本当に誰かが言ってた。誰かが言ってたらしいです。誰かが言ってた。彼ではなく誰かが言ってました。で、まあ最後に、これ1週間生活したわけなんですけど、まあそこの感想、全体的な感想としては、なんかありますかね。雪降ってて。雪降ってたっけ？あ、そうだ、降ってた。でもまあ、私、舞鶴の方まで京都府行くの初めてで、まあ一般的な京都市みたいな、観光地キラキラみたいなところを想像して割と行っちゃったんで、もう日本海側って、寒い。めっちゃ雪降ってて。そうね。まあ、初日はその雪の中で、薪を運びました。廃材運んで。で、レインコートが破けまくり、足が傷だらけになり。まあ、別にそれはなんかそこのホストさんのせいとかでは全くないんですけど、普通にまあ、そういう感じで1日目がスタートして、まあ、あとはそういう作業が多かったね、でも。薪割りとか。そうだね。加工品とかね。あ、そうそうそう。雨の日が結構後半は多かったから、それこそ奥さんと一緒に加工品作るお手伝いしたりとか、あとなんかお菓子作ったりとか。ああ、作ってた。本当家族の一員になって結構生活をするよりのスタイルだったかなと思ってます。子供がめっちゃ可愛かったんですよ。一番下の子なんか、ギリギリ言葉喋れる、喋れないか。喋れ、こことか、なんか感情をジェスチャー入れながら伝えてて、突然ご飯中に立ち上がって、わーとか、走り回って、あーとか言って、耳元で叫んだりね。めっちゃ可愛くて。可愛かったね。ほんと可愛かったね。それしかない。もう可愛かった。また会いたいね。会いたい。で、上の子二人もね、なんかちょうどこれから大人になっていく時期というか、ちょっとごめんっていうのが恥ずかしいみたいな感じの形で。いい子だった。いい子だったね。だからなんかそう、兄弟喧嘩みたいなのを見てたんですけど、可愛いなぁ、みたいな。そのまますくすく触ってほしいなぁ、みたいな感じの、ご家庭でした。まあ普通に楽しかったね。楽しかった。全体的に見たら。仕事はまあ結構体力系の仕事が多かった。そう、疲れたけどね。普通に充実した1週間。そうだね。ご飯はめちゃくちゃ美味しくて、ご飯が。最終日はもう、鹿ロースと、鹿もも鹿ロースと、ももか。を出してくれて。そう。もうブロック3本分みたいのを、それこそ旦那さんめっちゃ焼くのお上手な方なんですけど、自ら焼いてくださって。これなんか今までで一番美味しいかもな、とですよね。そうそう。いや、これはミシュラン超えた、みたいな話がしてて、はぁ、行ったことないけど確かに、とか言って、それくらい美味しかったですね。まあ、狩猟興味ある人はね、ぜひウーフで。ね、調べたら出てくると思う。舞鶴で出てくると思う。まあぜひ行ってみてください。はい。滞在した様子あんま撮らなかったんですけど、ちょこちょこ、ほんのちょっとかな。竹のところとか、子供がなんか踊ってるとことか。まああと狩猟に行く道中くらいの。そうだね。ちょっとだけ撮ったんで、見ていただければ、と思います。思います。おお。電話に出た方、お知り合いの方に頼んだみたいな感じ。かわいい。どこ？ほら右のさ、緑の。緑じゃない。